立憲と公明の新党についてどう思いますか？ビジネス政党見えてありません。野党がしっかりしないと。僕でも野党がしっかりし始めたという風な認識ですよ。そもそも公明党って創価学会が母体で、創価学会にしかもう公明党の議員っていないんですよ。これ偏見もあると思うんですけど、創価学会の人って基本貧乏人多いんですよ。これ僕の住んでた地域にやたら創価学会員が多かったっていうせいだと思うんですけど、団地にね、やっぱり多いんですよ、創価学会の人。あんまり仕事をしてない暇の人たちが集まって権業を上げるみたいなのやってて、霧ヶ丘の団地に住んでいた僕の友達は、友達の部屋はないけど、仏壇の部屋はあるっていう部屋で、そんなにお金はないんだけど、毎週その友達の家におばちゃんたちが集まっていて、唱えてるっていう、都営住宅なんですけど、なので、団地ってね、やっぱね、コミュニティだからね、宗教多いんですよ。で、団地に金持ちは住んでません。だって金持ち団地入れないもん。なので、基本的には貧乏な人たちが団地で暇でお互いに話をするというので、やっぱ宗教広まりやすいんですよ。団地と宗教ってすごい相性いいんですよ。毎日顔合わせるわけで、断るのもめんどくさいからじゃあ話ぐらい聞くかみたいになって、話を聞いて、めんどくさいからじゃあ一応名前書くだけで加入ならもう名前だけ書くわみたいな感じで、別に何もしないけど名前だけ貸すよみたいな感じで、どんどん人数増えるんですよ。どんどん人数増えるから、じゃあそれで入るっていう人もいて、で、やっぱり創価学会の友達が選挙の時になると、20歳を超えると電話してくるようになるんですよ。僕ね、その友達からね、小中一緒だったんですけどね、家に一回も電話されたことなかったんですよ。僕の昭和の時代って連絡帳って作るじゃないですか、クラスの。なので、その子の名前とか電話番号もわかるし、僕の実家の電話番号もわかるんですけど、で、20歳を超えた瞬間に、大学生になった瞬間、実家だったんですけど、やっぱ電話が来るんですよ。何々君から電話があったよ、みたいな。これはもうみんな知ってるんですよ、同級生。創価学会のやつは20歳を超えると、連絡帳を使って電話をしてくるぞっていうのがあって、そうやって会員するのは大変だね、みたいな話をしたんですけど、っていうのがあって、やっぱり何が言いたいかというと、創価学会公明党というのは、どちらかというとお金のない人たちが、いかに幸せに暮らすかというのをやって、信者を喜ばせるための宗教なんですよ。自民党というのはどちらかというと、弱者は勝手に何とかしろ。自助で頑張れっていうところじゃないですか。働いて働いて働いて解散総選挙っていうのが自民党で、働ける人は働いた方がいいけど、そうじゃない人はそうじゃない人で、それはそれで普通に暮らせるようになった方がいいよねっていうのが僕は宗教の役割だと思うし、創価学会もどちらかというとそういう役割なんですよ。困った人がいたら、その宗教団体内でいろいろ手助けしたりとか、じゃあその子供預かってっていう時にやっぱりその創価学会内の方が預けやすいとかもあったりするわけで、なので相互にみんなで助け合いますよっていうのを団地ではやってたんですよ。みんなお金ないから統一教会みたいに金払えとか壺買えとか僕が見てる限りなかったんですよ。仏壇も好きで買ってたんじゃないの？なんかやたらでかい仏壇買ってたみたいだけど。っていうところで、なので、むしろ宗教団体というのは、左派の大衆の貧乏な人たち向けにいかに幸せになるかという方が相性いいはずなんですよ。でも創価学会というのは選挙をするということで、選挙運動でお互いに運動員で頑張ったよねっていう連結感が生まれて、連帯感が生まれて、それで選挙で勝ったよね、良かったよねっていう勝利が得られるっていう。政教新聞とか創価学会って勝利っていう言葉にこだわるんですよね。やっぱ選挙って勝ち負けがはっきりするので、そういう意味でいくと、現実社会ではそんなに勝てるという体験をしてないけれども、自分たちで努力をして仲間同士で頑張ったら選挙の勝利っていうのが得られるみたいなのがあって、創価学会で勧誘をする上で選挙運動というのがお互いの連結を高めるというので重要になってきたんだと思うんですよ。勝つというのでいくと、与党に入った方が強いよね。国土交通省って公明党が絡んでた時ってずっと公明党が大臣やってたんですよ。国土交通省って日本中の何を作るとかっていうのを決めて、どういう予算を配分するってとこじゃないですか。で、そういうところにいた方が美味しいよねっていうのがあって、自民党と公明党の蜜月というのはある程度続いてたんですけど、創価学会がどんどん弱くなってきちゃったんですよね。公明党が小選挙区で勝てなくなってきたんですよ。もともと高齢化っていうのもあって、信者時代の高齢化もあって、で、しかも弱者向けじゃないんですよ。自民党と組んでるから。生活大変だよねって言ってる中で、自民党裏金ガッポガッポみたいな。いやいや、真面目に暮らしてこう、努力してこうって言ってるのに、裏金をしている政治家を私たちが応援しなきゃいけないんですか？真面目に頑張ってる政治家を宗教団体の創価会たちは偉い人に言われたから応援はしていたと。でも
いや、なんかそんな裏金とかもらって、お天道さんの前に顔向けできないような人たちを、なんで私たちが運営しなきゃいけないの？増税してるし、みたいなのがあって、創価学会の中でも反発が多かったらしいんですよね。っていうのもあって、自民党と組んでるのいかがなものかっていうのがあって、高市総理の時にもう決裂するわってなったんですよ。なので方向性としては弱者保護という方に近いと思うので、なのでもともと立憲とか共産党とか令和と公明党の方は相性が良かったはずなんですよ。で、それなりの人数がいるのと、あと宗教団体はね、運動員として優秀なんですよ。金もらわなくても働くからね。統一教会って別にそこまでの信者の人数いないじゃんって言ってたんですけど、やっぱり統一教会をバックにした自民党は強かったんですよ。じゃあ1日8時間、この名簿順番に電話しろやって言って、普通の人金もらっても嫌なんですよ。だって凹むじゃん、断られるから。金もらえるわけでもないから、普通やったふりしてやんないんですよ。でも統一教会の人って、マジで一日中頑張って電話するらしいんですよ。なので、たった一人でも、やる気のない20人来るぐらいだったら、統一教会の一人の方が全然優秀。配信見てるような、どうでもいいニートとか、無職とか、子供やうちゃんと子供やさんの人って、1日8時間、上から順番にひたすら電話してくださいって言われて、1件目かけれます？知らない人ん家だよ。知らない人ん家に電話して、名前言って、自民党のこの人に投票してくれませんかって電話するんですよ。これね、1件でも難しいんだけど、大体ね、5件やったら、もうワン切りされるし、怒られるし、電話かけてくんなとか言われて、もう心折れるんですけど、これをね、8時間以上やり続けるんですよ。正確に言うと、朝9時から夜の8時くらいまで8時間以上やり続けるんですけど、っていうのをガチでやるらしいんですよ。統一教会の運動員は。って考えると、普通の人の応援しますよっていう人を20人集めるより、全然優秀なんですよね。飛び込み営業できるタイプの人なんですよ。飛び込み営業できないやつを20人集めるより、飛び込み営業できるやつ1人集めた方がよっぽど優秀なんですよ。俺よりさっきもだからね、普通心折れるんだけど、心折れないやつね、マジで強いんですよ。まあ、僕はコールセンター経験あるんで、僕もできちゃうんですけど、はい。命令されたらできるっていうタイプの人はね、結構優秀なんですよね。このタイプの人ってやっぱね、洗脳されがちなんで、なので優秀になる。っていうのがあって、立憲と公明党がどこまでガチで組むかわかんないんですけど、立憲民主党を当選させるために運動員として創価学会の人たちがガチで置くってなると、結構強い可能性あるんじゃないかなというふうに思っております。はい、最近 X で北村さんと公明党が、公明党は 100% 中国に操られているなどの断定発言でやり合ってるのにします。どう決着がつくと思われますか？いやー、裁判沙汰にすれば番になるかもしれないですけど、公明党的にはどうなんだろうね。結構ね、国政政党が名誉毀損されているというのを名誉毀損とするってなかなか難しいんですよ。政治家であっても 100% 根拠がない嘘であるというのが本人が分かっていてやった場合は名誉毀損になる可能性あるんですけど、でもね、これがね、難しいと思うんですけど、ただ公明党は 100% 中国に操られているとか、公明党は中国のコントロールですって言うんですけど、自民党ですよ。中国から賄賂もらってた政治家。東京15区で補選っていうのがあったんですけど、これがなんで補選があったっていうと、秋元司さんっていう自民党の政治家が中国のカジノから賄賂もらってたんですよね。なぜ賄賂を自民党の政治家に渡してたのかっていうと、それは与党だからですよ。与党の政治家に賄賂を渡して中国のカジノに有利にしてもらおうっていうのがあって、確かに秋元司さんに200万だか100万だかで捕まって政治家辞めたんですけど、絶対に200万だけのはずないでしょ。200万もらいましたって言ったらさ、お前200万もらったよねっていうので、一生脅されるわけですよ。って考えると、200万ぐらいじゃ賄賂はもらわないわけで、多分もっと大きな額もらってると思うんですよ。これが、じゃあ、秋元司さん、たった一人なのかっていう話なんですよ。それは他の人ももらってるでしょうっていうね。もともとね、外務大臣だった人とかどうなのみたいなので、なんでどう考えても自民党は賄賂をもらったという明確な証拠があるにもかかわらず、僕が知る限り公明党で中国から賄賂をもらったっていう逮捕者いないっすよね。なので自民党の方が中国と全然近いじゃんっていう。そもそもね、田中角栄さんが日本と中国の国交を回復したわけで、それ自民党ですよねみたいな話があって、なのでどう考えても自民党の方が中国と近いじゃんって思うんだけど、なんでそれが公明党を先に上げるのかよく分かんないんですよね。自民党より公明党の方が中国に近いんだっていう客観的な証拠があったら僕も知りたいです。
公明党って創価学会っていう宗教団体が主催してるところなんですけど、中国って宗教アウトなんですよ。宗教禁止してる国なんで、なので連立している与党だから中国の大使の人とかも会うし、仲良くはするんですけど、中国と創価学会は別に仲良くないんですよ。だからどう考えても自民党の方が仲いいんじゃねって思うんですけど、公明党の方がもっと賄賂もらってるってのがあるんだったら教えてください。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。